皆さんこんにちは。なつきと言います。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは創価学会員の男性と結婚した私の体験をお話しします。この動画をご覧いただいている方の中には、もしかしたら2世3世の方もいらっしゃるかもしれません。今回のテーマは、創価2世が生まれるきっかけ、親が勝手に子供を創価学会に入会させたです。実は私の夫も2世なんですよ。赤ちゃんの時に入会していたけど、なぜかしらね、目覚めて活動し始めたのが、高校生か大学生か10代の時だと言っていました。前回の動画でお話ししていなかったんですが、実はですね、結婚する時に創価のことを私の親に話していなかったんですよ。まあ言えなかったっていうのが本音なのですが、なかなか言い出せないですよね。私の父親はまさに昭和の親父なので、怒っちゃってね、結婚話になるのではないかという思いがよぎったんです。夫のことをすごく気に入っていたのでね。夫もね、伝えるタイミングを逃して言えないまま何年か経ってしまいました。それで子供ができて、夫が子供を入会させるって言ったんです。私はね、もうはぁと思って怒って言い合いになりました。子供が大きくなったら自分の意思で決めればいいと思ったからです。そうじゃないですかね。知らない間に学会になっていて、いわゆる2世3世と呼ばれている人たちは悩んでいますよね。そこは勝手に親がすることじゃないと思うんですよ、私は。それで私は入会ダメって言うわけですよ。夫は何て言ったと思います？自分で判断できないから僕がやるんだよって。自分で判断できないからって、そうじゃねえよって思いました。そこでですね、私は切り出したわけですよ。うちの親に創価のこと話してないじゃんって。そうしたら夫は黙りました。殿下の報道はこれだったかと。さっきまですごい勢いで入会させるって言っていたのに、一瞬でね、おとなしくなっちゃったんですよ。それで私は畳みかけるわけです。うちの親に電話してよって言いました。夫は、いや、それはちょっとって、もうね、なんかもじもじしだしたんです。私が、じゃあ入会もダメって言ったら、いや、入会させるって言って、また押し問答が続くわけですよ。そこで私は親に電話をかけたんですね。もう終わりが見えないと思って。私もですね、自分の父親は未だに怖い存在なんですよ。だから父親に夫は創価の人だって話すのは怖かった。で、電話に出たのは母親で、父親はいないって言ったのでほっとしたんです。それで母親からどうしたのって言われるわけですよ。何も用事がないのにね、電話しているわけですから。それで夫に受話器を渡すにも受け取ろうとしない。もうどうしようかと思って、この時間何みたいに思って、それでここで言うしかないって思ったね、私がね、言ったんです。実はさ、もうものすごい今更で言っていないことがあるんだけど、みたいにね、ちょっともじもじしながら。旦那と旦那の家族、創価学会なんだよねって言ったんです。そうしたら母親は、そんなこと今更言われたって言いました。そりゃそうですよね。そこからね、どんな会話をしたのかはよく覚えていないんですけど、だからって何もないみたいなね、夫のフォローをした気がします。電話を切った後、夫は私に何て言ったと思います？すごいって言ったんですよ。私が親に伝えたことに対してね。いや、あんたが言えよって思いませんか？で、ここからが問題なんです。夫は何を勘違いしたのか、
息子をね、何ヶ月だったか、1歳未満ですよ。まだ赤ちゃんの息子を会館に連れて行って入会させたんですよ。私が知らない間に、ちょっと待って、私いいって言ってないやんって、また喧嘩になったんです。入会したところで活動しなければ、何もありません。それはそうなんですが、だからって勝手に学会になるのはさすがにダメだと思って、もう息子だけでも大会させてって言ったんです。そしたらね、できないって言われました。何かのスクールに入会したり、何かのサービスを契約するときもそうですが、契約するのはね、めちゃくちゃ簡単で、逆に解約したり退会するのはすぐできない。もしくは手続きが面倒なんですよね。で、創価の場合は調べてみたんですけど、退会届を本部に出せばいいみたいなんですが、入会はね、紹介者ありきで入会しているので、退会すると紹介者にとってまずいことになるみたいなんですよ。で、結局ね、一切活動はしないっていう条件で、息子は退会しないことになりました。実際ね、息子はお題目もね、何もしていないです。息子を連れて近所を散歩しているとき、近所のね、学会員さんに見つかって絡まれたことがあります。私の名前もね、息子の名前もなぜか知っていたんですよね。今回は創価2世が生まれるきっかけ、親が勝手に子供を創価学会に入会させたというテーマでお話ししました。我が家のようなね、ご家庭は実は多いんじゃないかって思います。入会したことになっているけど、学会活動は全くしていない、関わりたくないっていう方。私の知人で逆のパターンがあって、で、奥さんの家が学会の家で、旦那さんは結婚するときに奥さんの家に行ってかなり詰め寄って、学会についてたくさん話し合ったそうです。で、結局そのご家族は、後に全員入会して、熱心に活動している人もいれば、たまに会合に参加するだけの人もいれば、完全に関わりを絶っている方もいる。私もですね、いろいろな学会員さんと接してきて、関わり方は本当にね、人それぞれなんですよ。実際ね、入会したところで生活に何も影響はないと言えばないです。ただしね、熱心に学会活動する家族がいる限り、他の家族に影響は出るわけですよ。このあたりはね、また次回の動画でお話ししたいと思います。感想や質問などコメントいただければ嬉しいです。概要欄に Google フォームがありますので、コメント欄は丸見えでコメントしにくいという方は、ぜひそちらをご利用ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。